今回は全国泊まり放題サブスク次々30連泊の旅第10弾、長野東急レイホテルに宿泊して観光した時の動画です。雄大な黒部ダム、国宝の松本城、石井味噌の見学と食事、松本市時計博物館など、一体どんな旅行になったのでしょうか。動画の最後に滞在中に使った費用も載せていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。静岡県島田市のグランピング&ポートユイをチェックアウトして、今回の旅最長移動距離の長野駅へ向かいます。朝8時10分発のバスに乗って、まずは JR6 号駅へ。8時58分、6号駅から今回4回目の青春18切符を使い、東海道本線の各駅停車で富士駅へ向かいます。富士駅へ近づいてくると、車窓から富士山が見えてきました。10時15分、富士駅からは身延線に乗り換えて甲府駅へ向かいます。身延線の甲府行きの普通電車は本数が少ないので、この区間は青春18切符を使わずに、乗車券と特急券を購入して特急富士川に乗って少しワープします。特急富士川の座席はクロスシートなのでかなり快適でした。外には雄大な富士山、また南アルプスに挟まれた富士川も見えるので、外の景色を見てるだけでも電車の旅を楽しめました。12時5分、甲府駅に到着しました。その後また青春18切符を使って各駅停車で長野駅に向かいました。16時56分、やっと長野駅に到着しました。朝8時10分のバスで出発したので、ここまで8時間46分もかかりました。長野駅の善光寺口を出て徒歩1分の場所に、今回泊まる長野東急レイホテルがあります。では早速中に入っていきましょう。4階の白を基調としたフロントには、とても愛想の良いスタッフの方々、また本棚や椅子も用意されていて、一角には自由にもらえるアメニティなど、清潔感があってくつろげる場所でありながら、コンパクトにまとまっている印象でした。今回のお部屋は910では、カードキーで部屋に入ります。はい、今ね、部屋に入ってきました。狭いので荷物置き場がね、ここしかないのでちょっと置かせてもらってます。ここにですね、折りたたみのね、荷物置き場があります。あとはもうここはもうほぼみんな一緒ですね。使い捨てのスリッパ、そして靴べら、靴をね、磨くね、袋がね、入ってました。はい。上を見るとですね、ハンガーがね、4つあります。はい。2つは上着をかけるためのハンガー、2つはズボンを干せるハンガーですね。ちょっと年季が入ってますね。こちらが消臭剤、そして、下には、電話とメモ帳がありますね。こちらの棚が何入っているかちょっとね、開けてみたいと思います。通路にね、あるんですよね。はい、開けてみると、ポットとカップがあります。このカップは何かというとですね、開けてみると何も入ってないです。これが2つついてます。これね、このフロアに水を、ミネラルウォーターをね、入れられるところがあるので、そこで行って自分でこれをもらってきてください。そんな感じですね。はい。ペットボトルじゃないんですけども、逆を言えばいくらでももらえる、いくらでも飲める、そんな感じになっています。はい、ヨガスポットが中に入っています。下にはですね、飲み物を飲むグラスとティーカップですね。はい、とてもシンプルです。飲み物はね、一応ついてないんですけども、下のフロントでね、欲しい飲み物を、好きなだけ持ってくる、そんな感じになってました。はい、そして下に、冷蔵庫があります。はい、ホテルの本当に簡単な冷蔵庫があります。そしてこちらには空気清浄機があって、こちらがね、はい、バスルームになっています。バスルームはね、こんな感じで、はい、これも前に大きな鏡があって、ユニットバスですね。下にはウォシュレットタイプのトイレがついています。はい、こちらにトイレットペーパー2つ、そしてこちら、グラスがね、色分けで置いてくれています。はい、
そしてアメニティがね、歯ブラシね、こうして置いてます。ここに置いてるのはね、ほんと歯ブラシだけなんですね。なので、必要なアメニティはね、フロントから持ってってくださいって感じになってました。まあ、それが一番エコかもしれないですね。そしてこちら、ハンドタオルが2つ。上には、はい、バスタオルと、これは足拭きマットかな。はい、1つついてますね。はい、こちらはね、こちら、ドライヤーが入ってました。こちらですね。はい、こちらが洗面台になります。そしてユニットバスです。ポンプタイプでですね、こちらも、ボディシャンプー、コンディショナー3つついてますね。はい。はい、こちらにはシャワーが、はい、ついています。お風呂はね、ちょっと、長さはね、ちょっと狭めなんですけども、足を曲げて入るタイプですね。深さがね、結構ありそうなお風呂、浴槽がついています。ここは大浴場がないので、もうここで入るしかないんですね。じゃあ、バスルームはね、こんな感じです。はい、部屋に戻っていきましょう。はい、お部屋はね、全体的にはこんな感じになってます。お部屋はね、16から17平米って書いたので、ビジネスホテルよりも、ちょっと広いって感じですね。こちらにね、椅子でコーヒーテーブル、ちょっと今アメニティとかね載せてるんですけどね。でこちらもう一個ね椅子があるので、なのでこうしてコーヒーをねこのテーブルでゆっくり飲んだりすることもできます。で前にこうしてテレビがあります。はい、このアメニティがね下から持ってきたアメニティです。これは女性用だったかな。はい、ヘアミルクって書いてます。女性の髪にいいんでしょうね。あとこちら、クレンジングオイルですね。他にもねいろいろあったんですけどね、はい、うちの妻がね一応とりあえずこれだけ持ってきました。後でまたフロント行ったらね必要なものどんどん持っていきたいと思います。あとは綿棒ですね。これヒゲ剃り、はい、ヒゲ剃りも置いてました。あとこちらがね飲み物ですね。アップルティーだけねとりあえず持ってきました。それ以外にもコーヒーとか、紅茶アールグレーとかね、いろんな種類があったので、自分の好みのねお茶とかねコーヒー持ってくるといいと思います。あと新聞も下に置いてましたんでちょっと持ってきました。じゃあベッドに行きましょう。ベッドはねシングルベッドがね2つ置いてます。でナイトウェアもねついてましたね。はい、ガウンタイプのねナイトウェアがそれぞれついています。そして一応基本的に枕はねこうして1つしかなかったんですけども、これもこうして枕もね貸し出ししてくれてたんですね。はい、それぞれ1個ずつ枕追加しました。ベッド脇にはねそれぞれこうしたベッドの、ライトがあります。枕元にはコンセントが1つずつ用意されています。 USB はないです。下には棚があって、こういったティッシュと、鏡がね置かれています。はい、こんな鏡ですね。一つは多分拡大鏡になっていますね。はい、一応ここに、窓があるのでねどんな景色なのか見てみたいと思います。窓を開けるとですね、向こう側にですね、はい、見えますかね、あれが長野駅ですね。信号を渡ってすぐでした。はい、こんな感じですね。お部屋は、ちょっとねコンパクトなんですけども、駅前ということでいろいろねここの駅を使っていろんなとこ行くことができますね。はい、ではここで3泊ですね、楽しんでいきたいと思います。それではこの部屋からは以上です。失礼します。はい、インターネットのねスピードを測っていきたいと思います。それではスタート。はい、ダウンロードはね 30.6Mbps ですね。はい、アップロードがですね 17.0Mbps。普通にネットサーフィンとかできるんじゃないでしょうか。はい、十分だと思います。各フロアには貸し出し品としてアイロン台、ズボンプレッサー、シューズドライヤーもありますし、4階にはコインランドリーも用意されています。夕食は近所のお蕎麦屋さんで天ぷらそばをいただきました。この日は信州往復切符を購入して特急しなのに乗って松本駅へ向かいます。まずはお腹が空いたので松本駅から歩いて18分の場所にある石井味噌へ。ここは今では珍しい天然醸造法で作られた味噌を贅沢に使ったランチを味噌蔵を改造したレストランで食べることができます。まずは単品の味噌餃子をいただきます。餃子の具にはここの味噌が練り込まれていて、
すでに味噌の味がついているので、ラー油だけをつけていただきます。食べると味噌の深い味わいと餃子の味がとてもマッチしていて、とても美味しいです。こちらは味噌生姜漬け御膳です。こちらの大きな豚汁には3年寝かせた味噌が使われています。付属しているデザートは3年味噌くず餅、そして白い甘酒もついています。そしてメインはこちらの熟成味噌や生姜で漬け込んだ信州豚ロースです。味は漬け込まれた味噌と生姜の味が豚肉によく染みていて、柔らかくてとても美味しいです。妻はもう一つのメニュー、塩麹で漬け込まれた信州豚ロースを注文したので、こちらもいただきます。塩麹とブラックペッパーの味が絶妙で、こちらもとても美味しい味付けでした。大きな豚汁もとてもコクがある味噌味でおすすめです。こちらのごま酢味噌ドレッシングをサラダにかけると、味噌とごまとお酢が絶妙にマッチしてすごく美味しかったので、自分用のお土産として購入しました。食事の後は味噌蔵の見学をさせていただきました。スタッフの方がとても親切に味噌の特徴や種類、製作工程などを詳しく説明してくれました。とても興味深くて食事も美味しい施設なので、松本に来た際はぜひ見学してみてください。販売所ではここで作られた味噌の特徴や美味しく食べる方法も教えてくれます。ランチが美味しかったので、先ほどの3年寝かせた味噌も自分用に購入しました。次は石井味噌から歩いて20分の場所にある松本城へ。松本城には日本人だけでなく外国人観光客もたくさん訪れていました。松本城に向かって歩いていくと、現代の建造物や電柱、電線などが全く見当たらないので、昔の時代にタイムスリップしたような気持ちにさせてくれます。松本城は白い漆喰と黒い漆塗りの外観がとても美しくて、背景になっている北アルプスの山々によく入る美しい城としても有名です。城の中は昔のままの作りなので、4階から5階に上がる階段は約61度とかなり急な角度になっているんですが、最上階から見える松本の城下町や北アルプスの山々など360度の絶景が満喫できます。松本城を満喫した後は歩いて6分の場所にある松本市時計博物館へ。こちらの大きな振り子時計が目印の建物です。中には主に18世紀から20世紀にかけての貴重な時計が展示されています。いろんな仕掛けで動く時計があって、館内のスタッフの方が親切に説明してくれるので、とても興味深く館内を見学できて、こちらもおすすめの施設です。この後、再び特急しなのに乗ってホテルのある長野駅へ戻ります。夕食はホテル近くのつけ麺を食べて、今日はおやすみなさい。今日は8時15分に長野駅発のアルピコ交通のバスに乗って黒部ダムへ行く電動バスが出ている大木沢駅へ向かいます。ダムが近づくにつれて川の水がエメラルドグリーンのとても綺麗な色になってきました。山々の景色もよく見えるので、今日は天気が良くて良かったです。バスは大木沢駅に到着しました。ここからは関電の電気バスに乗り換えて黒部ダムに向かいます。バスの上部に電車のパンダグラフのようなものがあって、今充電しているのがわかります。電気バスなのでとても静かに走行していきます。ちょうど今黒部ダム工事の難所だった破砕帯を通過しています。ここは今でも点検口を開けると大量の湧き水が流れているそうです。黄色の看板を通過すると富山県に入ります。そしてバスは黒部ダムに到着しました。はい、今10時48分ですね。バス降りて1回トイレに行ってきました。ここから展望台の方にね向かいたいと思います。突き当たりを右に行くと、220段のね階段が始まります。100段ぐらい階段を上がると破砕帯の美味しい湧き水を飲むことができます。とても冷たい水で、飲んでみると確かに美味しい湧き水なんですが、個人的にはこちらの湧き水より上高地で飲んだ湧き水の方が美味しかったです。あと100段登っていきたいと思います。意外とね220段って
歩いたらすぐなのでね、ちょっと体が温まる程度の階段だと思ってください。到着しました。わー、すごい。はい、すごい今日は天気が良くてよかったです。ちゃんとね、放水してますね、今。いつかは見てみたいと思っていた黒部ダム。先人たちが多くの犠牲を払って作った巨大建造物と、黒部峡谷の雄大な景色がとても素晴らしい、まさに日本を代表するダムだと言えます。今は観光放水しているので、放水されているところに常に綺麗な虹がかかっていました。放水場所に近づけば近づくほど水しぶきがすごいので、巨大ダムの放水の迫力を肌で感じることができます。昼食は黒部ダム名物のダムカレーをいただきます。真ん中のご飯は黒部ダムを表していて、カレーのルーはダムの水、丸いポテトサラダはダムの放水、福神漬けは虹を表しているようです。このカツはよくわかりませんが、遊覧船を表しているのかもしれません。こちらのグリーンカレーは少しスパイシーなカレーなので、妻は普通のカレーを選びました。それではいただきます。まずはカツから。カツは外はサクサクで中が柔らかくて美味しいですね。グリーンカレーにはひき肉が入っていて少しスパイスが効いています。個人的には妻が食べた普通のカレーよりこちらのグリーンカレーの方がおすすめです。新展望広場には特設会場があって、黒部ダム建設の歴史をパネルや映像で楽しめ、映画黒部の太陽のトンネルセットのレプリカも展示されています。はい、こちらのコンクリートバケット、黒部ダムを作るときにこれでコンクリートをねたくさん運搬したようです。最高1日で960回ね、これでコンクリート運んだみたいです。すごいですよね。でこれが吊り上げのフックが展示してあって、ワイヤーすごい太いです。中にね細かいワイヤーがねいっぱい入ってます。ダムの堰堤を渡った向こう側に湖沿いを歩ける遊歩道があるので散策しています。こちらがダムの堰堤から見た黒部ダムの景色です。この景色はダムの堰堤の上からしか見えない貴重で壮大な景色となっています。はい、今ダムの堰堤を渡ってですね、遊覧船の方にねちょっと歩いてきてます。こっちに来るとねほとんど観光客の人は来てないですね。ガルベ乗り場ですね。遊覧船乗り場来たんですけども、はい、向こうがですねさっき歩いてきた堰堤ですね。水位がかなり下がってますね。水すごい開けてます。これはこれでねまたいい景色ですけどね。はい、向こうにはね前には吊り橋が見えます。はい、カンパ谷橋と書かれてますね。ここは吊り橋になります。すごい見晴らしいんですけどね、結構高いので怖いですね。黒部ダムからどんどん離れていくような感じでね歩いていってます。熊に注意という看板があったのでね、熊に出くわさないことを願います。はい、こちらから見た黒部ダムになります。はい、すごいですね。結構歩いてきましたね。9月の9日、はい、とてもね気持ちがいいです。はい、だからねちょっとね黒部ダム見てまだ元気があるよっていう方はハイキングコースみたいな感じでねこちらね歩いてみるのもいいかもしれません。ここですね。はい、こちらが展望休憩所になっています。はい、でこれがね目の前のがね赤沢岳2678みたいですね。で花崗岩がね白っぽく見えるので、こうしてね岩肌が明るい白色になってるみたいですね。ここも水がきれいです。さっきのね展望台休憩所から、道があったのでちょっと降りてます。すごいこれも細い道なんですけど、もしかしたらね湖の
諏訪まで行けるのかなと思ってますけど、ここから先はね、もう道がなくなってて、多分この辺までね、水来るんでしょうね。今、ちょうど水が引いてるので、これ歩けるような感じですけどね。さっきの展望台よりもね、山がよく見えます。開いてるのでね。ただね、もう細い道で、もう草むらかき分けてくるような感じなので、はい、足腰の弱い方はね、無理して来ない方がいいと思います。ダムの堰堤に戻ってきました。今度はダムの堰堤の上から放水口側を見ると、またこれも迫力があります。散歩で足が疲れたのでソフトクリームをいただきます。いい景色を見ながら食べるソフトクリームは格別です。15時1分、帰りのバスの時間もあるので、そろそろ電気バスに乗って再び扇沢駅に向かいます。15時40分、扇沢駅からは長野駅行きのバスに乗ってホテルに帰ります。帰りのバスは一番前の席に座れたので、良い景色を楽しめました。17時32分、長野駅に到着しました。バス停はホテルも長野駅も近いのでとても助かります。これから長野駅の明治亭で夕食を食べたいと思います。注文したのは僕がソースカツ丼、妻は馬刺し丼をいただきました。長野駅周辺の食事ではここが一番美味しかったです。おはようございます。9月の10日6時50分ですね。はい、3泊ね泊まったんですけども、今日チェックアウトなので、少し感想を述べたいと思います。このホテル自体はビジネスホテルに近いのかなって感じしましたね。このホテルのメリットは本当そうですね、駅から近いっていうのが最大のメリットだと思います。そしてデメリットとしてはちょっとお部屋が狭いというのと、大浴場とかがないのでこの部屋のね、小さなユニットバスで一応浴びないといけません。本当そんな点ですかね。ここから起点にして黒部ダム、松本城とかね、いろんなところ行けますんで、長野っていう土地がね、このホテルの価値をかなり引き上げてるんだなって感じました。やっぱり自分が泊まってみて思ったのは、本当にあんまりホテルにいなくて、ほぼ一日観光してる時間が長いので、ホテル自体にそんなに快適さを求めなくてもいいのかなと思いました。あと外国人の方がね、かなり泊まりに来てます。やっぱり観光しやすい起点にされてるんでしょうね。なので長野の方を観光したい方、何かここを起点にいろんなところに行ってみたい方におすすめなホテルだと思います。よく言うとね、松本にもね、次々のホテルの拠点ができてくれたら使いやすいなと思うんですけどね。とりあえずこのホテル今日でチェックアウトになります。3泊本当に、いろんなとこ行けたのでね、楽しかったです。それではこのホテルからは以上です。失礼します。この後、次の目的地、同じ長野県の白馬東急ホテルに向かいます。長野県は魅力的な観光地がたくさんあるので、白馬もとても楽しみです。次々の旅はまだまだ続きますので、興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください。今回の動画が参考になった方は、いいねボタンもよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。